ごいなと思ってやったら意外にでも早く得得できて、最初のうちはなんかこの波が綺麗に下までいかないんですよ。上の方で終わっちゃうんですよ。何年もやってるもんでこんな感じです。まあ見た目も綺麗ですし、まあ今は手ごねするところは少ないですけどね。どうだろうね。見ながらやっとると腰の痛みがほぐれるから。よいしょ。よいしょ。創業は分かんないですけど、おそらくもう75年ぐらいじゃないかなって。うちももともとそのまあ親父のお父さん、僕のおじいさんのおじさんからやってて、麺類食堂みたいな感じで焼きそばとかも昔やってたようなお店やったらしく戦後ね、すぐやり始めたもので、75年ぐらいになるかな。ちょっとした店からやり始めて、今に至ったんです。お父様はおいくつなんですか。11月来ると76になります。すごいですね。結構重労働ですね。これね、長年やっとるからさ、急にやれたってちょっとできないさ。あれしんどいよな。2年前までぐらいはお父さんも一緒にやってたけど大変やで。
柔らかい中にこうもちっとした感じ、それを追求してじゃあもう冷やしだけでやってます。よいしょ。シャッと。右がしんどい。私は何を触るんですか？うろだしをメインで、つけずりでいぶしたムロとソーダが、花かつおの粉のやつなんですけど、これを仕上げに入れる感じです。後に入れる感じで、その4つのブレンドでうちはやってます。出しこしてから本当はこの返しとかお醤油とか出すんだけど、うちはなぜか昔からこの出し引く前から醤油入れてやるやり方してます。僕はうちでまだ仕事する前からずっとこのやり方してるもんで、でもこれまた出しこしてからやるとちょっと味が違うんですよ。だから何とも言えないんですけど、本当昔はもっと真っ黒なおつゆやったんですけど、もう少しちょっと上品にしたかったんですよ。だからといってうちっぽくなさすぎるのもあれなんで、その辺をいい塩梅に最近は整えて、10年ぐらいはこんな感じでやってますね。薄口と濃い口を時期によってちょっと比率を変えて、なるべく同じような感じになるようにしてるんです。もうどのくらい働かれてるんですか？バイトから含めると6年目になります。ベテランですね。いや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 、そんなちょっと100ぐらい少ない。なかなか皮が硬くて剥きにくいです。100に4分の1が出てもそんなにそんな。あ、いるって言っとった。分けてもらおうって言っとった。おはよう。おはよう。おはよう。
これはおうどんとかでねちょっと甘めのあんで、きつねうどんはこの大きさのまんまで。昨日の晩俺やった。バデリアル。高いおうどんの方で。あ、そうですね。はい、お二方ともね。はい。ホットうどんで2つで。親子丼セット2つ。はい。あんかけのミーとミニカツといつものって言われてて、で親子煮込みと天重です。
ます。親子丼セットね。みんなもずっと6分やねこれ。ただいまどうもおしんさんね。うちのはギャンギャンにコシが強いというそういうのは全然求めてない。ふんわりもっちりとした感じで、そこになんかこう弾力を感じるようなところを目指します。どうぞ。でレモネードね。もしかしたら上がりも。あ、いいですよ。これ天ぷらですね。あのね。お水持ってかないかんし、ごめんね。はいよ。レモンでもいいけど。出てご飯ついてる。はいよー。エビオロそろそろ出たよ。鉄道セットプロストラン2つ、プロテイン1つです。
調子になってる。白だしですね。さっき朝取った室中心のブレンドのやつ。せーのぞお味いかがでしょうか。美味しいです。シグレプタ何注文されたんですか。いりこ冷やかけきしめんの桃かしわ天トッピングで冷たくて美味しい。天童セットこの後ね。お待たせしました量。
未だに食べ歩きに行きます。本当おうどんが好きなんですね。うどん好きですね。毎日うどん食べますし。みりんと醤油だけで砂糖は使わないです。濃い口白醤油薄口です。濃い口はざる。で薄口と白醤油はかけ。うまみなんかは断然濃い口の方が多いんですけど、見た目がね薄い方が綺麗になるんで、かけにはこっちを使ってます。実はね、塩分濃度っていうのは白醤油が一番高いんですよ。一番塩辛いんですよ。塩を濃くして色を抑えるんですよ。本来はもう少し薄いんですよ。夏場はどうしても色が多少濃くなって味も多少甘くなる。小麦も変わりますし、こういうもんも変わりますし、もちろんこういう魚類も変わるので難しいですね、毎日同じ味っていう。だしを入れる前の返しっていうんだけど、これはちょっと寝かした方がいいんで作って最初に作ったんだけど、これを一升瓶に入れて1週間ぐらい置いとく。それから使うと刺すような尖った味が消えるんで。これがざる用と味噌煮込み用で、サバ、ソーダガツオ、ムロアジ、昆布、カツオ、枯れ節っていうんですけど、カビ漬けしたカツオなんですよ。うちはかけ用、昆布とソーダガツオ、サバ、ムロアジ、ウルメイワシ、カツオ。メーカーが違うんですよね、こっちとこっちで。取りたい出汁が違うんで、味噌煮込みとかざる出汁っていうのは味噌も濃い口も香りとか強烈なんで、それに負けないような強い出汁を取りたいんです。かけ出汁の方は薄口と白醤油使うとすごいシビアに苦味とかが出ちゃうので、めちゃくちゃ味も濃くは出ないんですけど、苦味も出にくい素材を使ってます。これ両方ともお節なんですけど、本当腹と背があって、これ背の方なんですよ。油分は少ないんですけど、割とクリアなと出汁が取れるんで、お節指定で買ってます。こっちもお節ですけど、同じカツオのお節ですけど、割と出る感じとクリアな感じで分けてます。カツオだけは味というより香りを出したいんで、家で削ります。
仕込みは基本的に一人で全部やります。もう自分のできる範囲で自分の納得するものを出したいんで一人でやるようにしてます。で3滴減らしてカウンターに書いたらカウンターの方が回転するのでちょっと忙しくなっちゃって中が回らなくなっちゃって一人で見える方が増えて気兼ねなくねああいう席だとゆっくり食べられるんでこれ女性のお客さんは増えたかな。しばらくこのまま置いてきます。香りは時間が経つと飛んじゃうんでね、グッと削ってパッと出したい。同じカツオだけどだいぶ感じが違うよね。部位が違うんですか？部位も全部一緒なんだけど加工の仕方がねちょっと違う。カビ付けがこっちの方が多い。ちょっとこっちの方が高い。甘みも出るんだけど苦みも出るんでさっと出したい。これを入れた時の香りがすごい。これ味噌煮込み用の出汁を作ってます。うどんを作ってる絹あかりっていう子です。亡命度が今日は22、加水が今日は
59%、粉に対しての塩水が 59% でやります。本来小麦ってすごいいい香りがするんですよね。せっかくこういう小麦なんで、なんとかこの香りを生かしたい。どういううどんを作りたいかっていうことから逆算してこの混ぜ方が決まってくるんですよ。非常に大事な工程です。こんなまずはさらっとした感じで、今匂い嗅ぐとすごいわかるか。小麦 100% にこだわってやってます。ずーっとこれ毎日つけてるんですよ。この加水だとか塩度とか、あの日どうやったかっていうのを全部つけるのと、あと今後の傾向っていうのを小麦メーカーさんに聞くんで、タンパクがどう推移していくとか、そういうのもつけてあります。毎日欠かさずもう十数年つけてます。最初に力をかけちゃうと麺が硬くなるんですよね。ですから徐々に、そんなに体重重い方じゃないんですけど、それでも全体重をかけないようにで、1.2キロに合わせていきます。北へっていうんだけど、昔ながらのとこだとこれも足で踏んで、やっぱり全部手でやると優しいうどんになるよね。あと1時間ぐらい寝かしてもう1回やって、そのまま明日の朝まで。こっちのは昨日作った、ちょうど昨日のこれが今日の麺になる。昨日やったやつを座布団状にしてすぐ打てるように、このまま一気に麺にすると綺麗な形にならないんですよね。それを食べても美味しくないですから、一回力を加えたら休ませるっていうのが基本です。いちいち寝かせるとこうやってすごい肌が綺麗にきめ細やかになる。この粉は小麦粉なんですか？これは内子佐護ヤシでんぷんっていうんですけど、っていうヤシから取ったでんぷん、小麦でもできるんですけど、小麦よりくっつきにくいんですよね、こっちの方が。これで80人分ぐらいですかね。こっちは一人でやってるので、途中でってことはできないんで、もう営業始まっちゃうともうなくなっちゃったらおしまいです。これでもうお昼で終わっちゃう時とかあります？あります。おとついは本当にもう昼で全部なくなっちゃったんで終わりましたけど、昨日はで夜までやりました。日によってわからないです。小麦粉も性質があるんですよね。普通の小麦、もち小麦、ややもち小麦、かなりもち小麦、4つに分かれるんですよ。でこれはややもち小麦っていう部類なんですよね。自分の作りたいうどんに合わせて粉を選定しないと。だからこれは私の作りたいうどんに非常に合ってた。こっちは鍋に入れてちょっと火を通すだけなんで、粗いイメージで出汁なんかも早く入るように
こっちとこっちはもうまるっきり正反対の作り方です。親父が作った版画なんですけど、もうなくなっちゃったんですけど、美術の教師をしてたんですよ。何点かあるんで季節になると入れ替えて。外の昼明かりの看板はあれは僕が作りました。5時間が営業時間2倍ぐらい仕込みしてます。多い時で日曜日だと16時間とか7時間とか、平日でも14、15時間は働きます。やりたいことをやっていくとどうしても時間はかかるんですよね。一手間かければ一味美味しくなりますし、一手間惜しめば一味落ちてきますもんね。岐阜県の水波市っていうところで作ってる丼で、かき揚げの素を作ります。こういう小さい個人店が勝負できるのは手間をかけることだけなんで。うどん定食、いなり定食の手合わせです。切るのって基本はこうなんですよ。こう切ると切り口がきれいになる。切り口が光るんですよね。こうなるように目指してます。たかがネギかもしれないですけど、ネギ入れてまずかったらうどんが台無しですもんね。余分な苦味だとかいらない味を流すのと、汚れを取るのと、あと見た目をきれいにするのと。切った直後よりは透明感がちょっと出ますよね。何匹ぐらい40ちょいです。1.8 キロが冷凍で1塊になってるんで。キャブレターっていうのはちょうどいいか薄いか濃い、その原因を突き詰めるやり方っていうのも出汁でも一緒。改善してちょっと良くなったと、もしかしたらもっと良くなるかもしれない。で必ずダメになるとこまでやるの。ダメになる手前が一番いいと。ダメになるまでやり続けてちょっと戻ってここでやる。オートバイとかうどんだけじゃなくて全てに関して一緒だと思うんだけどね。
は味噌煮込み用、塩の入ってない味噌煮込み用のもの。うちは 140g で1人分にしてるんですね。でこれが1人分。これは結構出る。日曜日に特に入れるかな。一回食べるとみんなまた注文する。ちょっとそばってボロっとした感じがあるじゃん。ああいう感じを出したいんで、ちょっと密なボロっとした感じに仕上げたい。多分これはね、あんまりやってるところはないと思うんで、これはオリジナル麺なんで、うちの。今さ、うちで夏メニューで出してるんだけど、そばの作り方なんだね。寝かさずにバーッと混ぜて、塩も入れるんです。小麦100でそば0で作ったらどうなるんだろうと思って作って食べてみたらすごい美味しかったんでね。ちょっとそばっぽいし、さらしなにしたら。色がすごい綺麗で、クリーム色っていうか黄色で。これをね、今日は10枚、70人分ぐらい。天丼のタレです。自家製です。これはね、今日は作らない。だいたい1日おきぐらいに。最初に1升半ぐらい足りないと炊き直すこともあります。農家さんから買うと 100% そこで作ってるのを買えるんで、農家さんへ行って買ってます、米を。はい。
冷たいのはざるうどんと冷やかけとコロってうちは出してるんだ。エビ冷やかけ、いなり冷やかけです。エビ冷やかけ、いなり冷やかけです。はい。ごちそうさんでした。卵入りの定食ですね。はい。うどんって卵鍋って。
ありがとうございます。よく来られるんですか？初めて来ました。あ、そうですか。前から気になってて、結構味が濃いめでしっかりしてて美味しいです。はい。どん定食冷やかけお出ししますね。エビ天おろし。エビ天おろしお二つでかしこまりました。よく来られるんですか？いや、ここ初めて。そうなんですたまたま通って。どうですか、お味の方は。美味しいですよ。はい、どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞ。はい。ありがとうございます。はい、いらっしゃい。
きだね。いなり定食の冷やかけをお出ししますね。はい、どうぞ冷やかけ最初は薬味のネギを入れずにまずそのまま召し上がってください。味噌煮込みが出たね結構出てるね今日ね。この味噌煮込みを、はい、お願いします。美味しいです。すごいつるっと。この天ぷらがすごい美味しいです。タレが。はい、はい、こちらができました。はい。ありがとうございます。いなりからお出ししますね。どうぞ。お待たせしました。お出ししますね。どうぞ。ちょうどいいコシと、この時期には最高ですよ。はい、どうもごちそうさまです。はい。はい、いなり冷やかけお待たせしてすいません。いらっしゃいませ。は
いなり定食冷やかけの方をお出ししますね。あ、冷やかけ。はい、冷やかけこちら。すいません。どうぞ。はい。はい。いなり定食あったかいのお出しします。かき揚げ冷やかけお出しします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、こちらもお出しします。ありがとうございます。すみません、お会いそういですか。はい、じゃあいただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ごめんなさい。まず50円と。はい。はい、ありがとうございます。どうも、お気をつけてください。またお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。おろし大ね。お二つと、はい、このエビ天蒸しの大根蒸しがないのが天ぷらになります。それで、はい、いいですよ。ではイカの天ぷらをお付けして。ありがとうございます。天ころね。エビ天おろしね。あ、はい。はい、お待たせしてすみません、どうぞ。イカ。はい。のせ。はい。はい、お待たせしました。こちらはプラスイカ天でどうぞ。モリモリになっちゃったな。本当美味しいですよ。ここはよく来られる。初です。私は来たことがあって。今回何を頼まれたんですか。エビおろしです。天ころ。僕はエビおろしにイカプラスです。
対がいい。美味しい。本当美味しいでしょ。はいよ。ちょこちょこ、はい、いつも美味しくいただいてますけど、やっぱり夏はこの冷やしのおうどんが特にまたさっぱり美味しいです。はいよ。みんなの定食するだけですね。どうぞお冷やし牛丼、最初は薬味のできるですね。まずそのまま召し上がってみてください。はい、かき揚げの定食冷やかけ、こちらは青森でお出ししますね。うどんって2つ、うどんって冷やかけ1つ、全部ご飯少なめです。ありがとうございます。失礼しました。ではいいですか、前お通ししますね。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。どうぞ。はい。毎週来てますすごい美味しいのはもちろんですし、お出汁とか麺とか天ぷらの衣に至る細かいところまですごくもう常に美味しさを追求して熱心に研究されていて、来るたびになんか美味しいを更新してるなって思ってます。ありがとうございます。
でやってるのが瀬戸丸さん。瀬戸丸さんと神戸の皆さん。はい。こちらからですね。はい。ざるね。まあ名前は讃岐ですけど、自分の作りたいうどんを出す。硬い感じをコシって言われるんですけど、私の考えるコシっていうのは硬さじゃないんですね。ふわっとした柔らかさの中に最後に感じる歯ごたえ、ギュッという、そういうものを作ってます。だしはこれで、だしパックで、特注のやつで、はい、作って、これで出してます。メインは、うち鰹節なんで、鰹節がメインで、サバ節とか、室味。鰹節はもう焼津さんにこだわってやってます。だからあったかいうどんの返しです。そうですね、冷たいうどんはさっき作ってた冷蔵庫にあるだしと合わせたもの。冷やしと返しはもう別ですね。もの返しと冷たい方の返しと、もう物から全然違いますね。天丼に使うタレですね。普通に返しだけで使うと濃いんで、ちょっと薄めて継ぎ足しで使ってます。
ご当地グルメ作ろうかみたいな感じになって、それで、焼津の鰹節を使った、まあ、うどんどうかっていう感じで、鰹節との相性もいいですし。この前やったおはようございます。少々お待ちください。お待たせいたしました。中で食券の購入お願いします。お客様何名様ですか？皆様ありがとうございます。順番に食券の方お願いします。お願いいたします。すいません。お一人様一つまで卵です。はい。いらっしゃいませ。お願いします。多分これ消えるかもしれない。でもまだ
します。2番さん。はい。はい。失礼いたします。お待たせいたしました。じゃあラー油うどん。じゃあここでお願いします。お待たせいたしました。ごきどうぞ。お、美味しかった。かずし美味しい。ありがとう。いいよ。お待たせいたしました。ラー油冷やしがお一つと単品ナス天を5点限定です。さすがに。仕上げに削りたての鰹節をかけさせていただきます。お待たせいたしました。どうぞ。お待たせいたしました。ありがとうございます。お願いいたします。ママさん行きます。はい。焼津節うどんの半分と焼津節うどん大盛りです。仕上げに削りたての鰹節かけさせていただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。天ぷらお願いします。ごぼうさんです。はい。はい、上がったらお願いします。提供お願いします。提供お願いします。失礼します。お待たせいたしました。で、焼津節を大盛りですね。大盛り。行くねお前。で、焼津節うどん。はい、ありがとう。これが別皿の鶏天。一皿に入れてくればよかった。仕上げに削りたての鰹
仕掛けもいただきます。お待たせいたしました。どうぞ。いいよ。じゃあお預かりします。それでうどんの麺をお持ちですね。あ、こっち別皿でお願いします。7番さんいきます。最後に削りたての鰹節をかけさせていただきます。優秀のやつが起きてると、でそこにカクテルメーター来るのちっちゃいからやってるんで、店長の中の配線がキュンキュンだよ、すぐそれが入れなお待たせいたしました。お待たせした来ました。失礼いたします。お待たせいたしました。ごぼ天うどんです。どうぞおつゆでお気をつけください。ちなみに削りたての鰹節かけさせていただきます。お待たせいたしました。ごきどうぞ。いたします。お待たせいたしました。鰹節ご飯です。おうどんもう少々お待ちください。はい、8、9番さんいきます。失礼いたします。お待たせいたしました。ごぼ天冷やしお二つです。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。お客様、2名様でよろしいですか。すいません。からどこから来られたんですか。私は浜松です。僕掛川です。どうでしたお味の方は。美味しかったですよ。美味しいですか。鰹節がやっぱ目の前で削っててくれてるんですよ。その風味が美味しくてやっぱふわふわっとしてて、あとうどんも今度は平たくて結構歯応えもあってで彼のおすすめで冷たい方がいいよってその食感を味わえれるから美味しかったです。はい。はい、行きます。1番さん。はい。行きます。一緒に提供で。はい、行きます。7番さん行きます。失礼いたします。ちなみに削りたての鰹節いただきます。お願いいたします。お願いします。どんぐらい来られるんですか。週に1回ぐらいですかね。かなり出汁が効いてて美味しいところと、あと接客ハキハキして気持ちいいので食べる前から美味しい感じがします。
お待たせいたしました。お先かつお節ご飯です。うどんも少々お待ちください。お願いします。オリオンと麦1です。はい、よし。ありがとうございます。いつもすみません。お願いします。はい、いらっしゃいませ。肉うどんです。お願いします。仕上げに削りたての鰹節をかけさせていただきます。します。お待たせいたしました。おかけどうぞ。失礼いたしました。工場内にある理由ってお伺いしてもいいですか？ちょうどここがテナント募集したっていうのがあるんですけど、人通りが多いところよりちょっとこう一本入ったところの方が面白いかなっていうのがオーナーと言ってて、隠れた名店みたいな感じでちょっと面白いかなっていうのが。麺平打ちじゃないですか。はい。そのあたりの特徴。平打ち麺で、真ん中にちょっと筋が入ってたと思うんですよ。あれ麺がこうスープがこう絡みやすくなるように設計にしていて、もともとこの静岡で平打ち麺見ないよねっていうので平打ち麺っていうのと、あとうち茹でたて揚げたて削りたてにこだわっていて、で茹でたてってなるとやっぱ2分3分4分ぐらいで麺揚げなきゃいけないもんで、そういうところも含めて平打ち麺にしてます。麺って何か練り込んでるんですか？焙煎ふすまを小麦の殻を焙煎したものが練り込んであります。じゃあ俺だけじゃないよ。ジャンマリさんだって。すみません、お待たせいたしました。お客様何名様ですか？6名様です。ごめんなさい。はい。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい。はい。
計お願いします。はい、行きます。で、鶏ちくわ。ごぼうに限定鶏ちくわ。お待たせしましたタルタルといてのお二つになります。下の失礼します。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ご飯提供いい？ 4番さん出ます。いただきます。うまい。うまい。めっちゃうまい。うまいです。やっぱ焼津のカツオは最高だね。うん。はい、行きます。6番さん行きます。盛り付けていい？はい。ご注文の品は以上でおさらいです。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。鶏天冷やし大盛り、生り冷やし、大盛り冷やしは1パック、ラーメン冷やし、小かぶしご飯がお一つ。はい、ありがとうございます。盛り付けて。左生り天、鶏天、鶏天大盛り。はい、提供お願いします。はい。7番入ります。これ提供いい？お待たせいたしました。おかけに鶏天冷やし大盛りです。はい、こちら生り冷やしです。こちら、はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。
ます。お待たせいたしました。生力冷やしです。こっちは大丈夫です。ああ。はい。はい。お願いいたします。お願いします。あ、高田入っちゃった。はい、いらっしゃいませ。はい、2番さんでも。はい。はい、いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。注文いただきました。ありがとうございます。お母さんから注文いただきました。お願いします。はい。高田、次の天ぷらお願いします。はい。限定2です。限定2、はい。どうぞ。はい。ありがとうございます。またお願いいたします。3番さんでも。はい、お願いします。はい、ありがとう。はい、ごぼうにありがとう。はい。失礼いたしました。追加で馬さんでも。はい。ご注文の品は以上でお揃いですか？はい、ありがとうございます。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい、そう。提供お願いします。お待たせいたしました。お熱くなっております。お気をつけてお召し上がりください。はい。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。失礼いたしました。
はい、お願いします。失礼します。お待たせいたしました。ラーメン冷やし大盛りです。気づいたての数をおろしかけさせていただきます。お待たせいたしました。会計どうぞ。はい、どうぞ。お肉にも気をつけてお召し上がりください。先に気づいたての数をお召し上がりします。注文の品は以上でお揃いですか？はい、ありがとうございます。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。では夏に卵です。鶏ナス卵限定。はい。ここ乗せて。あ、ごめん、小花、かつお節ご飯を申し上げます。お願いします。はい、行きます。失礼いたします。お待たせいたしました。ごぼ天うどん2つ。器はお茶でお気をつけください。単品の限定天ぷら、たけのこ天とナス天です。仕上げにくっついたてのかつお節をかけさせていただきます。お願いします。お待たせいたしました。失礼します。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。山さんでも。はい、お願いします。はい。お待たせいたしました。はい、お願いします。はい、いらっしゃいませ。お待たせいたしました。2番さん行きます。いらっしゃいませ。お待たせしました。4です。ありがとうございます。お願いいたします。はい、どうぞ。鳥4。あ、鳥4ご配置8円。はい。はい、はい。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。はい、入れちゃった。はい。お、はい。午後4です。一番さんでも。はい。あ、オッケー。はい、あす。ごぼ天いきますね。はい、行きましょう。はい。一番さんでも。失礼します。お待たせいたしました。ごぼ天冷やしお二つお先にしていきますね。はい、失礼します。失礼します。仕上げに削りたてのかつお節をおかけします。
でわかる。この香りがすごいですね。そうです。今削ったばっかなんです。削ったばっかだから。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい、さてお待たせいたしました。ごぼう天気足です。はい、失礼します。ハーフ、はい、ありがとうございます。失礼します。仕上げに削りたての鰹節をかけさせていただきます。はい、ありがとうございます。多めでお願いします。はい、失礼します。はい、お待たせいたしました。失礼します。はい、さてお待たせいたしました。はい。はい。サンマさん出ます。はい。はい。はい。この前にもう一匹。お願いします。はい、いらっしゃいませ。手島さん出ます。失礼します。失礼します。お待たせいたしました。ごぼう天冷やしになります。失礼します。たまり冷やしになります。はい。失礼します。ありがとうございます。冷凍冷やしハーフになります。失礼します。お注文の品は以上でお揃いですか？はい、わかります。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい。これ持ってきてからでいいよ。先にカツオ節のそれお願いします。はい。ごぼう2です。ごぼう2。はい。はい、ありがとうございます。はいさん。はい。どうぞ。お待たせいたしました。お願いします。失礼しました。奥にお客様お待たせしました。ごぼう天冷やしになります。鶏天冷やしになります。はい、ありがとうございます。3名のお下になります。はい、はい。はい。ありがとうございます。またお願いいたします。
小花ここ盛り付け。ケバさん出ます。はい、お願いします。はい。仕上げに削りたてのガツオ節おまけします。はい、このご来店です。はい、いらっしゃいませ。お茶ものしのワイン上でお揃いですか。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。はい、
物結構あります。ありますよ。さあ入る前にね、入れれるものあげとかんと。はい、天ぷらそばの大盛りになりますね。はい、天ぷらそばのおつまぶりになります。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、ちくわきしめになりますね。ありがとうございます。はい、おそばですね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。そばつなんです。はい、みそかつなんです。ごちそうさまで
りがとうございました。よしよし。はい、天ぷらそばのお客様。そばです。利用の方は領収書。連絡さんです。いらっしゃいませ。そこし団セットのお客様、お先にオーダーになります。ありがとうございます。はい、天ぷらオーダーのお客様です。はい、おそばと一緒にお客様ですね。ありがとうございます。はい、どうぞですね。ありがとうございます。はい、締めですね。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。はい、おそばですね。ありがとうございます。はい、山かけおそばのお客様ですね。ありがとうございます。領収書ボタンを押してください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、準備いきます。ありがとうございます。はい、じゃあ、そうなんです。は
おうどんですね。ありがとうございます。はい、きしめんですね。ありがとうございます。はい、天ぷらうどんになりますね。ありがとうございます。何にしちゃったんですか、そばで。おそばでね。新潟丼です。はい、山かけそばとり天のお客様ですね。よくつぶやさんは利用されるんですか？いや、初めてなんですよね。あ、そうなんですね。電車で来て見かけたんでって感じです。そうなんです。美味しいですね。九州出身なんですけど、出汁がちょっと違う。はい、天ぷらきしめん卵入りになりますね。ありがとうございます。何しますか？きしめんね。はい、きしめんですね。ありがとうございます。はい、どうも。はい、天ぷらきしめんのお客様です。はい、おそばですね。ありがとうございます。はい、おうどんですね。ありがとうございますいらっしゃいませ。はい、おそばですね。ありがとうございます。はい、天ぷらうどんのお客様ですね。ありがとうございます。
天ぷらそば大盛りのお客様ですね。ありがとうございます。はい、うどんです。はい。はい、おそばですね。土手丼です。はい、土手丼です。ありがとうございます。あったかいおそばのネギなしで。そば。はい、皆さんです。はい、天ぷらそば大盛りのお客様です。はい、おそばですね。ありがとうございます。はい、おうどんですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、おそばですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、きしめんですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カツカレーです。はい、おそばですね。ありがとうございます。はい、です。お好みの商品をお選びください。いらっしゃいませ。はい、おそばですね。ありがとうございます。はい、天ぷらうどんのお客様ですね。こんにちは。どうも。いらっしゃいませ。はい、おうどんですね。ありがとうございます。はい、天ぷらきしめんの大盛りになりますね。休日を過ごすのにおすすめの。
はい、ミニドテ丼セットのお客様、おしめになりますね。はい、ドテ丼です。はい、そこ置いてください。はい、天ぷらそばですね。ありがとうございます。はい、天ぷらきしめんのお客様です。はい、ちくわそばのお客様ですね。ありがとうございます。お待ちください。ミニドテ丼。はい、天ぷらそばのお客様です。はい、天ぷらきしめんですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、ちくわそばのお客様です。はい、天ぷらそばの卵入りになりますね。ありがとうございます。卵入りになりますね。はい、山かけのおそばになります。はい、山かけのおそばになりますね。ありがとうございます。つぶやさん買えるんですか？まあ電車使ったらね、昔からまず味が変わらない、だからまあとりあえず早いっていうか、そこですね。はい、ありがとうございます。はい、きしめんになりますね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。チャーシュー丼です。はい、チャーシュー丼セットのお客様、お先におそばになります。はい、チャーシュー丼です。
りがとうございます。はい、山かけのおうどんになります。はい、お父さんですね。ありがとうございます。はい、山かけのきしめんになります。ありがとうございます。はい、おうどんのお客様です。はい、天ぷらうどんのお客様です。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。はい、おうどんになりますね。ありがとうございます。何しますか？そばで。そばで。みそかつ丼で。いらっしゃいませ。ございます。はい、つくわそばのお客様です。天ぷらそばのお客様です。じゃあ、セット麺は何しますか？うどんじゃないですか。はい、いなりセットきしめん大盛りのお客様です。じゃあ、そばです。チャーシュー丼セットのお客様のおうどんになります。はい、きしめんのお客様です。いなりセットのお客様です。はい、皆さんです。はい、ちくわそばのお客様ですね。ありがとうございます。何しますか？そば？はい、おそばです。はい、どうぞ飲んで。はい、いなりセット、おそばのお客様です。いらっしゃいませ。はい、おそばですね。いなりセットのお客様ね。おそば。はい、おうどんです。はい、天ぷらきしめんのお客様ですね。ありがとうございます。はい、山かけのおうどんになります。麺何しますか？きしめんで。はい、きしめんですね。そうね、ミニカフェ丼です。はい、お席におそばになります。はい、味噌カツ丼です。
ですね。はい、カツ丼です。はい、チャーシュー麺です。ラーメン、チャーシュー麺のお客様、3分ほどお待ちください。ありがとうございます。はい、チャーシュー麺です。いらっしゃいませ。はい、天ぷらきしめんのお客様ですね。ありがとうございます。はい、焼肉きれいになりますね。はい、おそばと一緒のお客様です。はい、きしめんですね。はい、おうどんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。土手丼です。領収書をご入り用の方は領収書ボタンを押してください。ありがとうございます。はい、きしめんですね。はい、きしめんですね。ありがとうございます。はい、いなりセットおうどんのお客様ですね。はい、おそばのお客様です。ありがとうございます。いくらライスです。はい、おうどん大盛りです。鶏天理です。ありがとうございます。ただいま発見中です。お願いします。はい。麺は何にしますか？麺です。はい、
はい、それはね。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、じゃあ、特。はい、じゃあ、いった。麺がもちもちして太いところが好きです。はい、じゃあ、ミニの親子丼。でこれが前日から水につけておいて、後で火を入れて、だしを取ります。村味2種類とソーダガツオ、あごだしとしいたけの戻し汁を使います。中力粉と水です。住谷さん、創業はどのぐらいになるんですか？ちょうど50年。もうちょっとしてからこう掴んでみて、混ざって適度な硬さになったら OK です。でだんだんですがこう繊維状になってきます。こういう入り組んだ感じになって、これがコシの強さになってきます。でこれをですがこう踏んでより強くするっていう。でこれもさっきの言った繊維ですね。でこれが重なって強くなるっていう。うどんの場合は中力粉と塩水です。で塩水が、ここに作ってあるんですけど、冬が塩度が13ぐらい、夏が18ぐらい、その間で季節によって変えます。人間と一緒で夏はちょっとだれるんですよ、うどんが。で塩をきつめにする。雨の日は水分少なめっていうふうにその 2本でやってます。これも半分ですね。大体1日何人前ぐらいのうどんを打たれるんですか？平日で200ぐらいじゃないかな。土日だと250とか300とか。でさっきのこの繊維になったものがガチャッとなってクロスになって、でもう一回畳むんですけど、畳んでまたこうなってこうなって。でうちこれ2回なんですけど、他のところをもう一回やるところもあります。練ってすぐ団子状にはできないんですね、うどんの場合は。煮込みの場合は水なのでそんなに工場じゃないので、すぐ団子にすることができます。これを団子にしてみます。これがさっきの言った繊維です。これは空気抜く作業になります。上から押さえつけちゃうと硬くなるんですね。繊維をちょっとずらすんです。体重をかけつつちょっと前にこう、そうすると繊維がこうずれてって硬くはならない。でうちの場合は芯をちょっと硬くして表面を柔らかくしてる感じになります。煮込みが100人分ぐらい用意して、うどんが200人分ぐらいかな用意して、うどんの場合は前の日のものが、これは明日のね。うどんの場合は1日寝かせて、で煮込みの場合は塩が入ってないので、なので煮込みはその日に作る。さっきの味噌煮込み分ぐらい買ったので、これを
もう一回練ります。朝早くから大変だね。仕入れはお父様が今非常に野菜関係高いんですよ。それでできるだけ値打ちなところにいい商品を仕入れに行く。そういうふうにしていかんは早いんだけどやりくりして。シイラっていうのは戻しに飛びようにこちらは味噌汁です。これは丼。大体週末は、1頭ぐらい、平日は、8頭ぐらい。これは唐揚げですよね。これって荷揚げですね。荷揚げ。
土日祝日限定で天むすやってるんですけど、それのあんです。天むす用です。これは、定食の、小鉢です。一番左ですか。ありがとう。
どうぞ。ありがとうございます。あ、どうぞ。おめでとうございます。1名様でカウンター席お願いします。1名様で2名様で相手の席お願いします。2名様。木うどん天ころです。はい。はい。はい、さいどうぞ。じゃあ、小目です。オリバー、はい。じゃあおにぎりが。チューライス。お待たせしました。2個目の定食です。はい、お待たせ。見て見てる見てる。失礼いたします。はい、お待たせしました。左後ろになります。はい、お待たせしました。麺の硬さがちょうどいい。そうね。こっちのきしめんも同じですね。余裕は。冷たいうどんのやつ。入り口から来て。以上でよかったです。どうぞ。
はい、じゃあいった。すみません、ビーツ冷たいのお願いします。あ、時間かかっていい？はい。あ、カニにマグロ丼大好き。ごめんなさいね。ざるかつ大丈夫だそうです。はい、どうぞ。いらっしゃい。はい、どうぞ。一枚弁台です。で、これが牛コロ。牛コロです。じゃあカツカレーのチキンライス。これ15です。はい、じゃあみぞれ。豚ね。冷やしセットのカツ。人生がさ、いくつか巻き寿司とか買ったり美味しいです。まあ、ちょうど混み始めたんで、混む前にこれってよかったです。今日神奈川から出張で来てて、ちょうどなんか調べたら。そうですね、ネットで調べたら見ちゃったのに世界に美味しいですね。はい、じゃあ B もいく。はい、じゃあ B いくよ。はい、じゃあカレーもいく。ありがとうございました。いきます。はい。はい、どう。あ、こんにちは。
らっしゃいませ。がみぞれになります。はい、エビになります。エビの台。はい、野菜どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ徳です。はーい。はいどうぞ。天ぷらうどん。ありがとうございます。お味いかがですか？じゃあ美味しいです。つね屋さんの好きなところって何かありますか？何食べても美味しいとこと麺がもちもちして太いとこが好きです。お父ちゃんお母ちゃん元気？はい、元気です。また多分それ喋りに来ると思う。ごちそうさまでした。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、はい。はい、7番。はい。つね屋さんよく来られるんですか？結構頻繁に高校生の頃からずっと食べてて、はい。おすすめのメニューとかありますか？絶対味噌煮込みです。あとカツとじ、めちゃくちゃ美味しいです。店主さんが本当にいい人で、いつもなんか喋りかけてくれて、必ず挨拶してくれて、お値段も安いし、通いやすいです。で終わりかな。はーい。じゃあ中が1、ミニ丼が1。はい、じゃあミニの親子丼。で、さっき、はい、14です。あ、こっちの前だ。うん、後ろじゃないの。どうも。はい、じゃあ徳。薬味なしで、こっちがツーライス。はい。お味いかがですか？めっちゃうまいっす。もう一個中追加。
ゃあとろろとミニ親子一緒に行きます。あとカレーで終了です。じゃあカレーいった。あ、いいですかね。はい、じゃあこれでおしまいです。はい、ほい。はい。お味噌が3種類です。白味噌と、八丁味噌と豆味噌で、あと入ってるのがみりんと醤油、それを合わせてから2週間ぐらい寝かせます。この樽なんだけど、それを何個か置いておいて 2週間繰り返していく。なんか薬味なんか、これがなんか回ってもいいですか。朝のやつだよね。はーい。持って帰る。天ころ。はい。
丼です。この中にグルテンっていうのが入ってるんですね。これを練ることによって全体に極まってコシが出てくるんですよ。綿棒で伸ばすときに広さが一定になるように同じ分量でやらないと、手打ちの場合にはね、これが大体2キロぐらいでねやると、こういうふうにね、右手でひねりながら時計の反対方向に回してね、こうして生地を鍛えていくんです。これを大体前日に2回ぐらいやっとくといいんです。へそが上の方まで穴が開いてると伸ばした時に薄くなって切れちゃう。でここでぐーっと押さえて形にして一晩置いといて、でそれを今度こういう平べったくして伸ばす。乾くと表面がどうしてもボロボロになるもんですから、風に当てないようにナイロンの袋に畳んで置いておく。大体これは何時間おきぐらいに？大体3時間からそのぐらいだね。やっぱり3時間ぐらい置くことによってグルテンがね上手に行き渡って美味しいんです。うどんきしめん煮込むっていうものは日本の伝統的な要素があって、大人でも子供でも来てもらえると、そういうところに一応私は着目してこれを始めた。一番我々の商売は家内が協力がないとね、飲食業はできないんです。だから夫婦仲良くやることが前提ですね。住屋さんの店名の由来っていうのは？私はね、五島列島の出身なんですよ。海が好きでね、私は生まれつき海で育った人間で、私は海が好きだと。名前が初で海を入れて屋号を作ったと。初海屋と言って、初の海に家としてやったんです。自分の思いをしっかりね、自分の人生に乗るからそるからです。はい、じゃあいった。